こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、早速ゲーム再開直後の停止を使い始めました。いつもは近隣の迷惑にならないよう、開始40秒ほど足音すら気をつけてましたが、解放された気分です。まあ新バージョンでまた訪れするかもしれないけどね。さて前回は、ビーコンの光を活用し始めたことと、廃村化計画が一段落しました。で、最後のウィザスケ頭集め遠征で、残り3つの頭のうち、2つを手にしたところです。そしてゾンビピッグマンが群がったところよね。ひとまず怒りが伝播するエリアからは抜けられたようですので、ネザー要塞に、少し進んでは立ち止まりで戻ります。で、収録データから算出したら、直線上の徒歩の時間が35秒あったので、ここまで約150メートル離れていたはずなのですが、まだ怒っているのね。計算上は怒り解除に要する40秒も超えていたので、2つの数字がどちらもどうにも合いません。テリーに声が届かない場所で、予想以上に怒りが広く伝播していたのかしら。一応128メートルや40秒を、ジャンクロード絡みですり抜けたゾンビピッグマンがいる可能性も考えてはいるのですが、まあでも、ここまで怒りが浸透し始めたところを見ると、広く伝播したのでしょうね。挟み撃ちの見本ね。で、このまま逃げ続けて、ネザーゲート付近まで怒りが伝播すると面倒です。一度ネザー要塞に逃げ込み、この付近は128メートルディスポーンを期待するしかありません。そしてネザー要塞に入ってすぐ、待機ディスポーンを狙ったのですが、運が悪いようです。まあ頭はあと一つ拾えばいいだけなので、開き直ってゾンビピッグマンと敵対しながら集めます。最後の一つだし、宿命的に長期戦になるけどいいの？そこは抜かりありません。過去の企画のデータを引っ張り出してきたところ、最後の頭集めは、せいぜい平均ドロップ率よりに3倍悪くなる程度です。で、前回末までの途中経過を調べたらまだ、2.1 倍程度の運の悪さです。この傾向から、あと20体も狩れば十分と推測できます。つまり、科学と非科学を融合した推測値なのね。ちなみに、前作の1対1分ペースほどには、サクサク枯れていないんですよね。まあ仕方がないのですが、やはり頭集めは屋根のある通路が長めのネザー要塞を選びたかった気もします。しかし、覚悟を決めた7分後、覆りました。曲がり角から現れたゾンビピッグマンが、後から次に増えて、手間取っているうちに2群れに囲まれ大変です。最初から同時に4体現れていたらすぐ距離開けていたのに。ハート半分以上削られたわね。もうコリゴリです。やっぱり時間かけても怒りを鎮めようと試みます。やるべきことは、まずは怒りが伝播したゾンビピッグマンの配置分布の穴作りからです。とりあえず32メートルディスポーン狙いね。2分待機だと1割のモブが残るので、今回はもうちょいとだけ粘ります。で、ひとまず運はまずまず良くて、ネザー要塞の外に移動するまでは、ゾンビピッグマンに遭遇せず、怒りの声を聞きませんでした。まあ声が届く範囲はね。で、ここからは40秒タイマーを使ったじわじわ作戦です。そしてちょっと進んでちょっと立ち止まる、を繰り返してここまで戻りましたが、かすかに怒り声が聞こえたのでやり直しです。で、2回目のトライでは怒り声を聞かずにここまで戻れました。そしてそのまま奥地にたどり着いて、もう大丈夫かと思いきや、まだ怒りの生き残りがいたのね。やはり確実に128メートルの距離を取るべきかと、ネザーラックの通路の一番端まで避難して、その戻り際に、とりあえず怒りモードではないゾンビピッグマンがいることを確認。しかしネザー要塞に入ってすぐ、怒り声が、まあでもこれが最後で、
この後ネザー要塞外で待機した後にようやく怒りが静まりました。長かったわね。時間にして、怒りを鎮めるのに15分要しました。そしてその後はあっけなく、10分少々で最後の頭をゲットです。あら、終わってしまったのね。ウィザスケ攻略の肝はゾンビピッグマンの怒り対策だと、つくづく思います。なお、12個目の頭を手にした凱旋中に、怒りゾンビピッグマンの生き残りに遭遇しました。ネザー要塞内では完全に怒りが静まっていたのに。で、今なんで剣を捨てたのよ。3秒で拾ったのでセーフです。それにしても、32メートルや128メートルディスポーン条件と、最大40秒の怒りタイマーのすり抜け現象はやはりあるようです。結局、一旦怒りエリアから脱するほどに遠く離れて、とことん減った怒りの生き残りモブを個別にディスポーン狙う作戦が、最も良さそうです。今回の頭集めの遠征で、その作戦で2度成功しているものね。そして結果です。最後の頭集めの討伐数は68体。平均ドロップの 3.7 倍でした。記録更新です。最後だけは、最も良い時でもドロップ率が半減するのね。さて、そしてここからウィザー2連戦の準備です。狙い通りに金が手に入ったので、上位の金リンゴを作り足しておきます。狙い通りって、狙われただけじゃないの。あと、余った鉄がアイアンゴーレム1体分に足りました。さて、あとはウィザー戦に繰り出すのみです。なお実のところ、2体同時召喚を試したい気も少々残っていたのですが、最後の最後にウィザスケ頭集めが難航したせいで、やはり諦めです。おそらく最大のリスクは、片方のウィザーが落としたネザースターを、もう一方のウィザーが爆撃してしまうことで、そのリスクが怖すぎです。さてそれはそうと、ビーコンの光のおかげで、新たに一つ分かりました。ビーコンが起動して光を放つ距離は、描画距離よりも狭いんですね。この地点まで離れてようやく、拠点のビーコンの光が見えなくなります。でも近づいても、まだビーコンが再起動しません。つまり、チャンクロード隅の時は離れても起動しっぱなし、チャンクサイロードの時は近づかないと起動しないのね。これ、茶色のビーコンがあったおかげで、距離感が鮮明に分かったんです。茶色のおかげです。もう茶色バカにできないわね。まあ2段階の距離を考慮しないといけないのは分かりましたが、考えの整理に時間かかりそうです。さて、場所は変わってサバンナ大地です。予告した通りに、というかまず試したいのがウィザーの空中での動きの封じ込めです。本当にアイアンゴーレム閉じ込めるのね。ちなみに多分丸石でも変わりませんが、黒曜石が余っていたので活用します。で、念のため朝にしてから、空中で召喚です。今度こそビーコンに守られて戦えるはずなので、あまり緊張感がありません。そういえばビーコンは場所移したのね。で、もうウィザー地上にいるし、爆発前にも飛び回るのは知りませんでした。で、とりあえずは思惑通り、黒曜石に吸い寄せられています。ひとまずは成功ね。でも攻撃すると体当たりでブロック壊すので、ちょっとその位置狙いにくいです。本来は、黒曜石の上で飛んでる予定でした。おお、きちんと空気読んでくれたようで、予定通りの場所です。と思ったら、急に攻撃が緩くなりました。攻撃パターンが変わったようね。あの緩いスピードの青い頭蓋骨は、黒曜石でも破壊してしまうので、もうちょいと地上近くにアイアンゴーレム設置した方が良かったです。で、あっさりと体力は半分になりましたが、この後はあまり考えていません。できれば引きずり下ろしたいところですが、まあ普通に私が登らないと難しそうです。ここからはガチでいつものように戦うのね。もちろんです。そのために万一のことを考えて、上位の金リンゴが2000分の2つ欲しかったんです。待ってアイアンゴーレムはおとり役で、メインで戦うのは私の役目なのに。うわぁ、
とどめ刺すのはせめて私でありたかったのに。ところでさっきの弓矢無敵モードのウィザーに、矢を当てて意味があったの？ないですけど、やること他になかったんです。で、案の定、花が落ちていて物悲しいです。ウィザー効果食らってたものね。さて、帰り際のビーコンは、白が見え始めてから8秒で赤く点灯しました。今回はそこそこ時間差あったわね。ホッパー付きトロッコは、どの距離で動き始めているのでしょうか。さて、今ビーコンは作ろうと思ってやめました。2つ同時に作りたいので。というわけで、残るは最後のウィザー戦と建築、それとピラミッド鑑賞会などだけになりました。よほどのイレギュラーがない限り、次回が最終回です。まあ普通になさそうね。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。